り解説。2003年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。皆さん、こんにちは。今日は2003年に日本で公開された映画をランキング形式で紹介していくよ。あの頃の映画って、本当に色々なジャンルがあって、今でも思い出すとワクワクするよね。おお、懐かしいな。2003年は名作がいっぱいあった年だぜ。アクション映画から、感動のドラマ、そしてあの大ヒット映画まで、本当に目白押しだったんだ。覚えてるか？踊る大捜査線とか、みんな見てたよな？ああ、踊る大捜査線。特に、ザ・ムービー2はすごく話題になったよね。あの映画でレインボーブリッジが封鎖されたシーンとか、緊迫感がすごかった。それに、パイレーツ・オブ・カリビアンも大ヒットした年だよね。そうそう。パイレーツ・オブ・カリビアンは、ジャック・スパロー船長が大暴れして、みんな映画館でワクワクしてたんだ。映画ってその時々で、時代を感じさせるものがあるから、こうして振り返るのも面白いよな。ほんと、映画ってその時の文化を反映するから、今見ても楽しめるものがたくさんあるよね。じゃあ、今回はそんな2003年の映画を、10位から1位までランキングで見ていこう。第10位。キル・ビル、ボリューム1。第10位にランクインしたのは、キルビルボリューム1。クエンティン・タランティーノ監督による、この復讐劇、すごく話題になったよね。おお、タランティーノだぜ。キルビルは本当にインパクトが強かったな。ユマ・サーマンが演じるザ・ブライドが、かつての仲間に復讐する話なんだが、映像美とアクションの切れ味が最高だったぜ。そうそう。特にアクションシーンがすごかったよね。手に汗握る戦闘シーンが続いて、まるで漫画のような世界が広がっていて、日本の映画にも影響を与えたと言われてるけど、その理由がよくわかるよ。ああ、戦闘シーンはかなりスタイリッシュで、ビジュアルにもこだわりが感じられる。特に、盾のシーンとか、血しぶきが飛び散る演出が印象的だよな。それに、音楽の使い方もタランティーノならではだぜ。音楽といえば、あのサントラも人気だったよね。映画の雰囲気をさらに引き立てて、すごく独特な世界観を作り上げてた。キルビルボリューム1は、アクション映画だけど、単なるアクション映画にとどまらない深みがあったんだよね。その通り、ただの復讐劇じゃなくて、登場人物それぞれにバックストーリーがあるんだよな。ザ・ブライドの過去や、対決する相手たちの人物像もよく描かれていて、ただの殺し合いって感じじゃないんだ。あ、そういえば、ザ・ブライドが着ている黄色いトラックスーツ、あれってブルース・リーへのオマージュなんだよね。死亡遊戯で着ていたあのスーツを再現したって話、知ってた？ああ、あの黄色いトラックスーツは、まさにブルース・リーの象徴的な衣装だからな。タランティーノがブルース・リーへのリスペクトを込めて選んだんだろう。実際、映画内でもそのスーツを着たザ・ブライドがすごくかっこよかったよな。そうだよね。それに、クレイジー88が着ている黒いマスクも、実は、グリーンホーネットに登場するキャラクターが着ていたものと同じなんだって。細かいところまでこだわりがあって、タランティーノの映画って面白い発見がたくさんあるんだ。ああ、タランティーノは本当に映画マニアだし、映画愛が溢れてるんだよな。キルビルはアクションだけじゃなくて、こういった映画オタク向けの要素も詰まってるから、何度も見るたびに新しい発見があるんだぜ。キャラクターの背景がしっかりしているから、ただのアクションに見えないんだよね。キルビルボリューム1は、その斬新な演出とストーリーテリングが大きな話題となって、今でも色褪せない名作だと思うよ。まさに映画界に革命をもたらした作品だよな。2003年に公開されたキルビルボリューム1がなかったら、アクション映画のスタイルも今とは違ったものになっていたかもしれないぜ。第9位。戦場のピアニスト。これはロマン・ポランスキー監督が手掛けた、第二次世界大戦を背景にしたドラマ映画だね。おお、あの映画か。戦場のピアニストは、実際にあった出来事を元にした映画で、戦争の中で命を落とさずに生き抜いた一人のユダヤ人ピアニストの物語なんだ。そうそう。主人公のウィルム・シピルマンは、ポーランドで有名なピアニストだったんだけど、ナチスの侵攻により家族と引き離され、なんとか生き延びていくんだよね。でも、
そんな中でも彼が音楽への情熱を捨てずに生きていく姿が感動的だったな。あれは本当に心を打たれる映画だぜ。戦争という恐怖の中で、ピアノが彼の命をつなぐ手段になったわけだ。ピアノの演奏シーンも、映画の中で特別な意味を持ってるんだよな。シュピルマンの手元を見てると、まるでその音楽が彼を救っているように感じるぜ。音楽が人を救うっていうテーマがすごく心に残るよね。それに、映画の映像もとても印象的だった。ポーランドの街が破壊されていく様子や、シュピルマンがかろうじて生き延びる姿がリアルに描かれていて、戦争の恐怖を感じさせられるんだ。実際、ロマン・ポランスキー監督がこの映画を作るにあたっては、自分の過去の経験も影響していると言われているんだ。彼もまた、ユダヤ人としてナチスの迫害を受けていたから、戦争の恐怖や人間の強さについて深い理解があるんだよな。なるほど。監督自身の経験が映画に深みを加えているんだね。でも、あの映画がもたらした影響はそれだけじゃないよね。戦場のピアニストは、2003年のカンヌ映画祭でパルムドールを受賞して、その後も多くの映画賞を獲得したんだ。ああ、その影響力は計り知れないな。戦争の悲劇を描きつつ、人間の希望を見せるという、この映画のテーマは多くの人に響いたんだ。やっぱり、良い映画って、単にストーリーが面白いだけじゃなくて、深いメッセージがあるからこそ心に残るんだよ。映画を通じて戦争の恐ろしさや、そこから生まれる人間ドラマを感じさせてくれる作品だよね。戦場のピアニストは、単なる戦争映画の枠を超えて、人間の強さと優しさを伝えてくれる名作だと思うな。第8位、青の炎。この映画はただのサスペンスじゃないんだ。物語の中心には、家庭内の暴力という深刻なテーマがあって、見る人に強い印象を残すんだ。そうだな。この映画は17歳の修一が、母親と妹と一緒に穏やかに暮らしていたところから始まる。でも、ある日、母親の元夫曽根が現れて、家庭が一変するんだよ。曽根はひどい人で、家に居座り、母親や妹に暴力を振るい始めるんだ。警察や法律では解決できないと感じた修一は、最終的に自分で解決しようと決意するんだよね。その通りだぜ。修一は、自分の手で曽根を殺す決心を固め、完全犯罪を計画する。普通の17歳の少年がこんな決断をするなんて、かなり衝撃的だよな。でも、この映画は単なる復讐劇にとどまらないんだよ。映画のキャッチコピーがすごく印象的で、こんなにも切ない殺人者が、かつていただろうか。17歳の少年が望んだもの。それは、平凡な家庭とありふれた愛。ただ、それだけだった。って書かれているんだ。ああ、そのキャッチコピーがすごく映画のテーマを表しているんだよな。修一が望んだのは、特別なことじゃなくて、ただ普通の家族の愛だった。それなのに、彼の手にかかってしまう事件は、悲しくて切ないんだ。まさに修一の行動はその思いから来ているんだよね。青の炎は、ただの復讐劇じゃなくて、少年がどうしてこんな選択をしてしまったのか、その心の葛藤がしっかり描かれているんだ。そうだな。この映画の本当の魅力は、修一がなぜそんな決断をしたのか、そしてその後どう向き合っていくのかにあるんだ。家族の絆と、暴力の恐ろしさをテーマにしていて、普通の人には想像できないような心の葛藤が描かれているんだよ。結局、青の炎はただのサスペンスじゃないんだ。家族愛や人間の心の深さについて考えさせられる作品だし、キャッチコピー通り、切ない殺人者の物語だと思うよ。第7位、ラストサムライ。トム・クルーズ主演のこの映画は、日本の歴史や文化を描いた壮大な作品で、アメリカと日本の視点がうまく交錯しているんだ。おお、あの映画か。日本の侍文化と西洋の近代化が交差する時代背景がすごく面白いんだよな。トム・クルーズが演じるアメリカ人軍人が、どうして日本の侍と関わることになるのか、その流れが見事なんだ。そうなんだよね。トム・クルーズ演じるネイサン・オールグレン大尉は、アメリカの軍人で、日本の近代化を進めようとする政府に雇われて、
侍との戦いに挑むんだ。でも、戦いの中で侍の精神と価値観に触れ、次第に彼らに心を寄せていくんだよね。その変化が映画の大きな見どころだな。最初は日本の伝統や文化に否定的だったオールグレンが、侍たちと関わるうちに、その精神や誇りを理解し、尊敬するようになっていくんだ。これがまた、すごく感動的なんだよな。そして、侍たちの強さや潔さも描かれているよね。武士道精神に基づいて生きる彼らが、時代の流れに逆らいながらも、最後まで自分の信念を貫こうとする姿がすごく美しいんだ。侍たちの死に方にも意味があるんだよな。近代化に対する抗いと誇りを持って、最後まで戦い抜く姿は、見ているこっちも胸を打たれるぜ。あと、この映画の映像も素晴らしいよね。日本の風景や戦闘シーンの迫力が見どころで、特に最後の戦いのシーンは圧巻だったよ。その通りだぜ。戦闘シーンはもちろん、衣装やセットの細部まで本格的で、映画全体に本物の日本文化を感じさせるんだ。外国映画なのに、しっかりと日本の心を描いているところがポイントだな。ラストサムライは、単なるアクション映画ではなく、歴史的な背景や人間ドラマもしっかり描かれているからこそ、深い感動を与えてくれる作品だと思う。日本と西洋、過去と現在が交錯するテーマに、心を打たれるよ。第6位、よみがえり。これ、ちょっと不思議な映画なんだ。死んだ人が生き返って、最愛の人の前に現れるっていう、すごく幻想的なテーマなんだよ。ああ、あの映画か。舞台は九州阿蘇の地域で、そこで突然、死んだ人々が自分を思い続けてくれていた人の前に姿を現すって現象が起こるんだよな。最愛の人との再会に周りの人々も喜ぶけど、どうしても困惑してしまうんだ。そうなんだよ。家族や恋人たちは、その再会に喜んでいるんだけど、周りの人たちはどうしてもその現象を受け入れられない。特に川田平太という厚生労働省の職員が現地に赴いて、その現象を解明しようとするんだよね。川田は、ふるさとで起きるこの奇妙な現象を解明するために現地に行くんだが、そこで彼は、死んだ親友のフィアンセだった立花葵と再会するんだ。葵もまた、恋人が蘇りを待ちわびていたんだよな。葵が、ずっと待ち続けていた恋人の帰りを待っていたんだよね。でも、この現象がどこから来ているのか、何がその原因なのか、川田はその解明を進める中で、ある法則に気づくんだ。そうなんだ。川田は、ただの奇跡ではないと気づくんだよね。実は、この蘇りにはある法則があって、どうしてもその法則に従うものだということが分かってくるんだ。そして、その法則には悲しい運命が待ち受けているんだ。この映画は死後の世界と少女の関係、そして人々がどうやって愛と別れを受け入れていくのかを描いていて、かなり深いテーマだよね。最愛の人との再会が嬉しい一方で、その現象に込められた意味を考えると切なくなる。確かに、この映画の良さは、ただのファンタジーにとどまらず、人間の感情や心情をしっかり描いているところだよな。愛し続けること、失うこと、それでも前に進むこと、すべての人間の感情が交錯しているんだ。まさに、蘇りは死者と少女の間にある深い絆と、その力強さを描いた映画だよね。見ていて心に残るシーンがたくさんあるし、何度も見たくなる映画だと思うな。第5位、トランスポーター。トランスポーターはアクション映画としてはかなり定番だよな。ステイサムが演じるフランク・マーティンは、超クールで頼れる男。彼は、依頼主からの指示で様々な荷物を運ぶ仕事をしているんだけど、その仕事がどんどん危険になっていくんだ。そうだね。フランクは高額な報酬と引き換えに、どんな品物も時間厳守で目的地に運ぶことを生業にしているんだ。彼はその仕事に対してすごく真摯で、特に契約厳守、依頼者の名前は聞かない、依頼品を開けないという3つのルールを自分に課してるんだよね。そのルールが、フランクを他の運び屋とは一線を画す存在にしてるんだよな。どんな依頼でも一度受けたら、絶対にルールを守って完璧にこなす。だからこそ、依頼主から信頼されているんだぜ。
フランクがそんなルールを守り続けることで、彼の信用が高まって、どんな危険な仕事も完璧にこなせるようになるんだよね。でも、ある日、運ぶ荷物の中に人間が入っていて、その人間が関わる事件に巻き込まれていくんだ。その通り、フランクは荷物は開けないっていうルールを守っていたけど、今回ばかりはそのルールを破らざるを得ない。彼が運ぶものに人間が入っているってことを知ってしまうんだ。その後、事件がどんどん複雑になって、フランクの信念が試されることになるんだよな。そう、フランクのルールを破ることで、彼の仕事は一気に危険な方向へ進んでいくんだ。しかも、彼はただの運び屋じゃなくて、戦闘能力や運転技術が抜群で、そのアクションシーンがまた最高なんだよね。ああ、フランクの戦闘シーンやカーチェイスの迫力は本当にすごい。クールなだけじゃなくて、実際に動き回って戦う姿がかっこいいんだよな。もちろん、最後は彼のルールがどんな結果を生むのかがポイントだぜ。フランクがどんどん危険な状況に巻き込まれていく中で、彼がどんな判断を下していくのか、そして彼のルールが最終的にどう生きるのかが見どころだよね。そうだな。トランスポーターは、ただのアクション映画にとどまらず、フランクというキャラクターの信念や成長も描かれていて、観客を飽きさせないんだ。彼がどんな困難に立ち向かっていくのか、目が離せないぜ。第4位、ヒーロー。ヒーローの舞台は中国、戦国時代末期。物語は、秦王、後の始皇帝が刺客に狙われているという緊迫した状況から始まるんだ。そうだな。秦王は常に100歩以内に誰も近づけさせないくらい、刺客に対して警戒している。でも、ある日、無名、ウーミンという男が宮殿に現れ、3人の中国最強の刺客を倒したと告げてきたんだ。無名は、槍と2本の剣を持って、刺客たちを倒したという証拠を秦王に見せるんだよね。彼が倒した刺客の名前は、それぞれ中国最強と呼ばれていた有名な人物たちだったんだ。そして、無名は秦王の前で、その経緯を語り始めるんだよな。彼の話が進むにつれて、戦国時代の激しい戦闘と、それぞれの刺客がどんな背景を持っているのかが明らかになっていくんだ。そう、無名の話の中で、刺客たちとの激闘が繰り広げられるんだけど、ただのアクション映画じゃないんだよね。物語の背後には、忠誠心、戦争、そして信念が描かれていて、観客はどんどん引き込まれていくんだ。その通りだぜ。無名の行動には単なる復讐心だけじゃない理由があるんだ。そして映画は、彼の過去や、秦王の考え、そして刺客たちの動機を一つずつ明かしながら進んでいく。そういった過去の物語が交錯することで、最終的に無名が選ぶべき道が見えてくるんだよね。秦王の側に仕官することを申し出られた無名が、どんな決断を下すのかが大きなポイントだよ。そして、無名が最終的に選ぶ道が、この映画の最大の見どころだな。結末には予想外の真実が待っていて、観客に深い感動を与えるんだ。この映画、戦闘シーンや映像美が注目されがちだけど、実は人間ドラマとしても非常に深いテーマが詰まっているんだ。復讐、忠誠、そして国家のために戦うことの意味を問う作品だと思うな。第3位、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たち。この映画は、海賊映画の枠を超えて、まさにアクションアドベンチャーの金字塔だよね。ああ、これこそ海賊映画の新たな定義だぜ。主演はジョニー・デップが演じるジャック・スパロー船長で、彼のキャラクターがこの映画の魅力の大部分を占めているんだ。ジャックのユニークな性格と、ちょっとコミカルでありながらカリスマ性のある船長っぷりが最高なんだよな。ジャック・スパロー、確かにすごく個性的だよね。でも、映画はジャックだけでなく、ウィル・ターナーやエリザベス・スワンといったキャラクターたちも大事な役割を果たしてるんだよね。そうだな。ウィルとエリザベスの二人も重要なキャラクターだ。ウィルは鍛冶屋で、エリザベスは海賊の呪いを解く鍵を握っているんだ。でも、物語の中で彼らはジャックとどう絡んでいくか、そこがまた面白いんだよ。そして、この映画の特徴的な部分は、呪われた海賊たちの存在だよね。
海賊たちは呪いで幽霊のようになっていて、金の呪いを解かない限り人間に戻れないという設定が、物語にミステリーとスリルを加えているんだ。呪われた海賊たちのビジュアルも怖いけど、かなり印象的だぜ。特にキャプテンバルボッサ、ジェフリー・ラッシュの演技が光っていて、彼の存在が映画にどんどん緊張感をもたらすんだ。それに、海賊船の戦い、カーチェイス、そしてジャック・スパロー船長のドタバタ劇がうまく組み合わさっていて、飽きさせないんだよね。アクションだけじゃなくて、ユーモアもたっぷりで、観客を引き込む力があるよ。そうそう。アクション映画としても完璧に作られているけど、それだけじゃない。ジャックのキャラクターが持っている複雑さや、彼が置かれた状況でどう動くかが、映画をただの冒険映画にしないんだ。最後には、ジャック・スパローがどうしても逃げられない状況に追い込まれるけど、結局彼の個性と知恵が勝利に導くんだよね。パイレーツ・オブ・カリビアンは、アクションや冒険だけでなく、キャラクターの成長や信念も描かれていて、非常に深い映画だと思うな。第2、チャーリーズ・エンジェルズ・フルスロットル。この映画は、アクション満載で、ユーモアも効いてるから本当に楽しいんだよね。この映画は前作のチャーリーズ・エンジェルの続編で、今回もあの3人のエンジェルたち、キャンディス、ドリュー・バリモア、ディラン、キャメロン・ディアス、アレックス、ルーシー・ユーが大活躍するんだ。今回はさらにスケールアップしたアクションシーンが満載だぜ。そうだよね。彼女たちが挑むミッションは、元エンジェルであるマディソン・デミムーアが関わる事件で、マディソンが反乱者として登場するんだ。最初は信じられなかったけど、次第に彼女の真意や背景が明らかになっていくんだよ。その通り、マディソンの登場で物語が一気に複雑になって、エンジェルたちがどんな決断を下すのかが見どころだな。でも、アクションだけじゃなくて、映画全体にユーモアや女性ならではの魅力が詰まってるんだ。確かに、アクションシーンの迫力ももちろんすごいんだけど、彼女たちのキャラクターが本当に魅力的だよね。3人のエンジェルたちは、ただの戦闘能力が高い女性たちじゃなくて、それぞれに個性があって、チームワークがうまくいくからこそ強さを発揮するんだ。3人が一緒に戦うシーンはまさに女性の力を感じさせてくれるよな。それに、エンジェルたちがちょっとしたコミカルな部分を交えて、シリアスな場面でもどこか軽やかな雰囲気を持っているのがこの映画の魅力だと思う。そして、映画の中で彼女たちが披露する戦闘シーンやカーチェイスの迫力もすごいんだよね。特に、ディランのアクションがかっこよくて、見ているだけでワクワクしちゃう。その通りだぜ。アクション映画の醍醐味を存分に味わえる作品だよな。それに加えて、監督のジョセフ・マクギンティブレックが描く映像がとてもダイナミックで、観客を飽きさせないんだ。アクション映画の中でも特にエンターテインメント性が高くて、何度見ても楽しめる映画だと思うな。第1、踊る大捜査線。ザ・ムービーツ、レインボーブリッジを封鎖せよ。この映画は、あの大ヒットドラマ、踊る大捜査線の続編だぜ。これこそ日本の警察ドラマ映画の金字塔だぜ。主演の織田裕二が演じる青島刑事が、再び現場に立ち、警察のエリート集団と共に事件を解決していくんだよな。でも今回は、なんとレインボーブリッジを封鎖するという大規模な事件が発生するんだ。そうなんだよ。この映画の最大の特徴は、青島が警察内部の力関係や組織の中での立ち位置に悩みながらも、信念を貫いて捜査を続けるところなんだよね。物語の進行に合わせて、彼の成長が描かれているんだ。その通り、青島の成長がこの映画の大きなテーマだな。青島は、事件の現場で毎回大胆に動くけど、周りからはちょっと無謀だと思われている。それでも、最後は彼の行動が事件を解決に導いていくんだ。それに、青島をサポートする仲間たちが素晴らしいんだよね。特に、真下、祐介サンタマリアや、室井、柳葉敏郎との掛け合いが面白くて、笑いもありながらもシリアスな展開に引き込まれるんだ。仲間たちとの絆がすごく大事なポイントだな。踊る大捜査線の魅力は、ただの警察ドラマじゃなくて、登場人物たちが人間味あふれるキャラクターだから、
物語に深みが出てくるんだ。そして、映画の中での緊迫したシーンと、ユーモアのあるシーンのバランスが絶妙だよね。特に、レインボーブリッジを封鎖するという大胆な展開に、観客がどんどん引き込まれていく。あのレインボーブリッジ封鎖のシーンは、実際にレインボーブリッジを使って撮影できなかったから、京都府の京滋バイパス組山ジャンクションで撮影されたんだよな。しかも、撮影のために工事を前倒しで行って、共用前の道路を借りてロケをしたんだ。そうなんだ。撮影許可を得るために、日本道路公団当時の担当者が踊る大捜査線の大ファンで、撮影場所として工事中の道路を貸し切るなんて、異例の対応が取られたんだよね。これってすごいエピソードだよね。そうだぜ。あの映画のレインボーブリッジ封鎖シーンは、ただのアクションシーンにとどまらず、裏にはそんなすごいエピソードがあるんだ。それがまた、映画全体の迫力やリアルさを引き立てているんだよな。本当に踊る大捜査線は、アクション映画としてだけじゃなく、キャラクターの成長や信念を描いた感動的な作品だと思うな。総評とまとめ。さて、今回は2003年に日本で公開された映画のベスト10を振り返ってきたけど、どれも名作ばかりだったね。ああ、本当にそうだぜ。アクションからヒューマンストーリーまで、バラエティに富んだ作品が揃っていたな。改めて見直すと、それぞれの映画が当時の時代背景やトレンドを反映していることがよくわかるぜ。特に、踊る大捜査線ザ・ムービー2のように、社会的なテーマを含んだ作品が大ヒットしたのは、日本映画の魅力の一つかもしれないね。そうだな。それに、ハリウッド映画の勢いもすごかった。日本映画も負けてないよ。特に、青の炎は、普通の高校生が追い詰められていく心理描写が見事で、見ていて切なくなる映画だったな。ああ、見る側の感情に強く訴えかける作品が多かったのも印象的だったぜ。戦場のピアニストなんかもそうだな。戦争の悲劇をリアルに描いた作品で、主演のエイドリアン・ブロディの演技が圧巻だったよな。そうだね。どの作品も、それぞれのテーマをしっかり持っていて、見る人に強い印象を残す映画ばかりだったよね。もう一度見たくなってきたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。